どうもこんにちは。ロックンクローラーズです。今回はですね、エレメントのナイトランナーですね。こちらにナイトカスタムの 3D プリントパーツですね。これをね、データ販売しているものを購入して自宅で 3D プリントしたものを装着していきます。いろいろね、プリントしてあるんですけれども、今回はね、こちらの IFS の部分だけ、こちらのパーツだけを、交換していきますね。別のパーツはまた今後やっていきます。こちらの IFS のね、パーツはね、もともと純正状態だとこんな感じでですね、地上高が 35mm 前後、意外とね、地上高がないんですよね。その辺がデメリットの一つでもありましたが、これをね、パーツを付け替えることで地上高をもうちょっとアップさせることができるっていう、モットーになります。ちなみにエレメントからは IFS2 っていうのがね、最近出ましたよね。それをつけるのと、ほぼほぼ同じなんじゃないかなと思います。そして印刷したのがね、これらのパーツですね。緑のはちょっと塗装失敗したんでね、使いません。こちらのね、プリントしたパーツと、これもアンダーガードみたいなやつね。で、これも、これは使わないのかな。一番左のはね、確か使わなかったはず。あれは、トレーリングアーム式にするときに使うパーツですね。3D プリントで結構強度どうなんだっていう気になる方もいると思うんですが、印刷の方法さえね、しっかりね、設定やっておけば、意外とちゃんと強度あるパーツに仕上がります。ということでね、取り外して、いろいろね、取り付けていくんですが、結構ね、めんどくさいです。まずはね、やっぱタイヤ外しとかないと足回りね、いじっていくんでね、外しておいた方がいいと思います。そしてね、このプレート、左が純正プレートですね。これを右側のね、プレートに変えていくんですが、ただ変えるだけじゃダメなんですよね。こちらのですね、土台があるんですが、これをですね、3D プリントしたパーツに交換します。それによって、地上高がね、アップするという仕組みですね。なんで、いろいろ外さなきゃいけないんですよ。一度ですね、エレメントのこの IFS キットを組み立てた方は、わかると思うんですが、そうじゃない場合はですね、これ結構バラしてね、元に戻すの、悩むと思うんで、説明書見ながらやった方がいいかなと思います。で、このサーボのね、位置もですね、これ交換というか、場所をね、固定する位置を変える必要があるんですよ。今下からネジで止まってんですけれども、上からネジで止める感じ。今これ外してますね。下からね止まってるんですけれども、それからこのバッテリー取りも外さないとサーボが取れなかったんで外しました。でサーボをね、さっき下にマウントの部分がありましたよね。それを今度は上側に持ってくると、要は若干ですね、サーボの、サーボホーンを、上側にねオフセットする必要があるっていう意味です。そうしないとですね、干渉しちゃうんですよね。そしてですね、このピンとかいろいろ外していって、ロアアームもね、バラしちゃいます。バラさなくていいとかはね、バラさなくていいです。めんどくさいんでね、後でね。ロアアーム外すと、このシャフトもね、抜けます。下側はこれで OK ですね。それで、このですね、これも 3D プリントしたパーツです。データに入っていますので、追加でね、料金払う必要はありません。今ね、ついてるちょっと長めのね、アームっていうのかな、アームじゃないか、台、これをですね、この短いやつに変えるんですよ。そうすると、つまり全体的に上に上がるんで、地上高がアップするという単純な話ですが、全部ですね、この土台の部分ね、ネジを外していく必要があります。これ元に戻すときに、ネジの長さとかね、いろいろ関係してくるんで、その辺をね、注意してください。この辺4つ外します。そしてもう4つ外します。そして表側の4つも外します。結構外すんですよね。そうするとこんな感じでね、外れました。これデフの部分ですね。
でこれを外すんです。外してこれに付け替えると。付け替えたら元に戻すだけですが、この 3D プリントパーツはですね、ネジでね、この部分は結構強くネジで固定するんで、3D プリント作るときはですね、必ずですね、インフィル、充填率はね、100% にして作った方がいいと思います。そうじゃないとね、ネジ締め込んだ時にね、割れちゃうんでね。こんな感じですね。この高さ分、地上高がアップするって感じです。印刷のね、品質はね、頑丈だったらいいんじゃないでしょうか。結構ガタガタですけど、十分だと思います。そして元に戻していきます。さっきも言いましたけど、これネジね、間違えないようにしてください。あんまりね、長すぎるネジをね、間違えてね、3D プリントパーツのとこにね、つけちゃうとね、割れちゃったりもします。で、組み上がりました。で、さっきサーボの位置変えましたけれども、ここね、アッパーアームの部分のこの、なんていうのかな、ロッド。これをね、位置を交換する必要があるんですよ。っていうのは、地上高が上がった分ですね、突っ張った状態になっちゃってるんですね、今ね。本当はもっと下側だったんで、長さ的にね、長すぎるんですよね、このロッドがね。なので、長さを交換するんではなくて、このボールスタッドをですね、下側にこんな風にですね、固定し直します。外して。それで下側でね、固定してあげれば、長さがね、ちょうどね、合いますので、これでですね、いい感じになります。なかなかいいんじゃないでしょうか。この辺よく考えられてますよね。なんか他にもね、いろいろパーツを付け替えたりとか買ったりしなきゃいけないっていうんだと、ちょっとやっぱカスタムパーツとしてのなんかこうレベルが落ちるんですけれども、純正のものの位置をね変えるとか、その程度で済むパーツなんで、ナイトカスタムやっぱさすがだなと思います。そしてね、このアンダーアーマープレート、これも、付け替えました。これはね、ぶっちゃけですね、付け替えなくても確かいいんですけれども、この方がね、かっこいいんでね、付け替えました。で、バンパーマウントつけて、このバンパーマウントのところに、さっきのね、IFS プレート、これをですね、バンパーの、出てるね、この棒、これを差し込んでですね、友締めっていうのかな、なんていうのかな、両方こう差し込んで固定する感じなんですよ。こういう感じね。それでここにも刺すと。で、下側はネジで留めます。結構がっちり留まりますね。で、TRD とかね、この辺は赤く自分で塗ったりとかしてますけれども、この辺はね、お好きな感じで、やっていただければいいんじゃないでしょうか。確かね、データにはね、他にもね、TRD のロゴが入ってないバージョンとかもあったはずです。こんな感じで、さっきと比べるとやっぱね、全然地上高変わったでしょ。さすがにこのエナメルのこれはね、入らないね。このセメントのタミヤセメントの、横向きぐらいかな、高さ的にね。だからほんとね、ビビたるものなんですよ。この差ですからね。さっき 35mm だったでしょ。これがですね 42mm ってことで、だいたい 7mm ねアップ。でも結構大きな差だと思います。走ってる時にはね、この 7mm って。そしてね、ちょっと動作確認してるんですけれども、打角ね、エレメント結構切れるんで、IFS でもまあまあ切れます。なんでね、ちょっとね、干渉しちゃってますね、これを、タイヤが。プレートのね、端っこの部分にね。
トレッド広くすれば多分当たらないかな。または削るか。だけどこれはトレッド広くして対応した方がいいのかなって気はします。もっと太いタイヤとか、K がね大きなタイヤつけるともっと干渉しちゃうのかな。あと、プロペラシャフトがですね、このバッテリートレイに、干渉しました。これもやっぱりね位置が変わったことによって、干渉しているんですね。で削れちゃったんで、適当にですね、リューターで削りました。こんな感じで、出来上がった感じですね。あとこのトレーリングアームのねシステム、これゲートキーパーのやつなんですけど、これをナイトランナーに導入するっていう手段もちょっとあってどうしようかなと思ってるところです。ただ、ナイトランナーではなくこちらのねゲートキーパーもちょっと付加させたいなと思うんでどうしようかな。そんな感じでね IFS のねパーツ組み込み完了しました。今後はですねボディカスタムの方に移っていこうかなと思いますので、そちらもぜひお楽しみにしていただけると幸いでございます。それではさようなら。